さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。実は、10年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。で、その時の私の思い申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は日本自身は武力攻撃を受けてないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。で、一つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。で、もう一つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両用あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。で、そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び国土域の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。で、我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる。これどういう意味だろうか。それから根底から、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険。これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃時代みたいに、我が国を攻撃されたというものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。で、多くの法制局長官経験者とか、著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用どうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。で、そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。これ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これ従来の政府の考え方だと思いますが、そういう考え方維持されてますか。内閣総理大臣、高市早苗さん。憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そしてこの3要件は、国際的に見ても、他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に、解釈できるようなものではないと、思っております。で、先ほど来、存立危機事態における、武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわちあくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。岡田克也さん。要するに憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。ということは、やはりこの存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に限定的に考えなきゃいけない。で、それを踏み外したときには、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。高市内閣総理大臣。その政府見解を、踏襲いたしております。岡田克也さん。それでは次にですね、
平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。読み上げますと、武力の行使は、抜粋ですけれども、武力の行使はこれまで通り、自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず、武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。つまりこれは存立危機事態と武力攻撃事態というのは、ほぼ重ね合うということを言っているわけですね。で、こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁、維持されてますか。内閣法制局長官、岩尾信之さん。お答えいたします。委員、ご指摘のとおり、平成27年9月14日、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官は、このように述べました。新3要件の下で認められる武力の行使は、これまで通り、自衛隊法第88条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国の防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。また、さらに、いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃、それ自体によって、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず、武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。このように承知しておりますが、これらの答弁の述べられました見解に変わりはございません。岡田克也さん。当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これ、非常に重みのあるものですね。で、今、法制局長官は答弁維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。内閣総理大臣、高市早苗さん。法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日の委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。岡田克也さん。はい。それではですね、そういった、答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われてですね、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。私も絶対ないというつもりはないんです。だけど、これどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。内閣総理大臣、高市早苗さん。台湾をめぐる問題というのは、台湾により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場でございます。その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も絶対にないとは言えないと、おっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、すべての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
もう存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと、時間を取りますが、事態対処法第2条、第4項にある通りでございます。岡田克也さん。海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃってるわけですね。例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でもそれは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にはありませんよね。だからどういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。高市内閣総理大臣。これはやはり他国に台湾でしたら他の地域と、申し上げた方がいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。その台湾に対してですね、武力攻撃が発生する。で、海上封鎖っていうのも、これ、戦艦で行い、そしてまた他の手段、合わせて、この対応した場合には、武力行使が生じうる、話でございます。例えば、その海上封鎖を解くためにですね、米軍が来園をすると、それを防ぐために何らかの他の、武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単にですね、民間の船を並べて、そこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろんな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。岡田克也さん。今の答弁ではとてもですね、存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船攻撃を受けてないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で、存立危機事態になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことをあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。で、例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年1月に、ワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には、存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も台湾有事は日本有事、ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。で、もちろん、存立危機事態ということになれば、日本も武力行使するということになりますから、それは当然、その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。それを軽々しくなるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員や、あるいは評論家の一部から、自衛隊の OB も含むんですが、私が述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。高市内閣総理大臣。麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くような、ことのためにどういう手段を使うか、
それは単なる、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろんなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それがやはり戦艦を使ってですね、そして、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても、存立危機事態になりうる、ケースであると、私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府がすべての情報を総合して判断するということでございます。もう実に武力攻撃が発生したら、これは存立、危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文通りであるかと思っております。岡田克也さん。ちょっと最後の表現よく分からなかったんです。武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したが存立危機事態に当たる。どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。高市内閣総理大臣。武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文通りでございます。岡田克也さん。だから、その我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それを、いろんな要素を勘案して、考えなきゃいけないという総理の答弁では、これ、規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局、どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。で、もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて、近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それはそこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるっていうことが、まず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態だと言って武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性高いじゃないですか。だからあんまり軽々に武力行使って、私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。高市内閣総理大臣。そういう事態が起きたときにですね、邦人救出をする、これがもう我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、その時にも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。軽々に武力行使って言うと、おっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にですね、どういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。岡田克也さん。ですから、慎重な運用を求められると、やっぱり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること、これは台湾有事に限りません、朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。それから、そういう有事がもし発生した場合に、私たち、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういう時に大量の避難民が発生する、おそらく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも、極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機の時に、ドイツをはじめとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。で、その時にも、日本自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも、極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは、やっぱり慎重に考えていかなければいけないと、私は思うんですが、
あまりにも軽々しく言い過ぎてませんか。いかがですか。高市内閣総理大臣。まず、法人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。で、それが最も優先すべきことでございます。で、その存立危機事態の認定に際しまして、この個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の規模、対応などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦火が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる、犠牲の深刻性、そして重大性などから判断するということを、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府としてその持ち得るすべての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。岡田克也さん。武力の行使をするということについて、私はあまりにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準っていうのは、国会でも答弁されてますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんです。で、これ、国会も事前ないしは事後に承認することになってますよね、存立危機事態。その時に、判断のしようがないじゃないですか。やっぱりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で、今日の議論を申し上げました。で、もう一つ、いろんなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば2022年の2+2の共同発表の中でも、そういうものに進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。で、その時に気になるのは、その自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということが、きちんと前提となって、そういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、制限なくですね、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところはきちっと米国に対して、こういう限界が憲法上、あるいは国の考え方としてあるんだということは、お伝えになってますね。どうします？内閣総理大臣、高市早苗さん。これは私も自民党総裁選挙の時からも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令、並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。で、これはもう日米共通の認識でございます。で、だからこそですね、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたような時にあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは、自衛隊が自ら、国民およびその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し、または補完すると、なっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また日本が憲法、および国内法を守らなきゃいけない。これはもう日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。